この返信は後回しにしよう。次から次へと仕事が来て終わんない。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介文はこちらになっております。この動画では、この登場人物の悩みに対して、この本に書かれている重要な3つのポイントを適用して、登場人物の悩みを解決していく動画になっています。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは、会社経営、ラジオ、出版を同時に手掛けていて、SNS の総フォロワーが23万人いるエミさんが書いた、今日から変わる私の24時間という本になっております。私たちにとって時間っていうのはものすごく貴重なものですよね。その貴重な時間をですね、なんとなく仕事に使っていると、いつの間にか残業が増えてしまって、疲れとかストレスを抱えることになりがちだと思います。この本ではですね、仕事に追われるのではなく、自分の仕事の時間をコントロールすることが重要だというふうに書かれてるんですよ。そうするとですね、ストレスを軽減できて、より充実した日々を送ることができるということなんです。今回はですね、時間管理が苦手でストレスを抱えてしまっている登場人物を紹介したいと思います。この動画を見終わる頃にはですね、この本の重要なポイントを知ることができると思います。はい、登場人物をご紹介いたします。まどかさん35歳、事務職の方です。この方はですね、時間の使い方を工夫したいと思っているんですけど、日々の仕事が忙しくて改善ができていないということなんですよね。そしてタスクが増えてしまうとですね、複数の仕事を同時に進行しようとするんですけど、そうすると集中力が散漫になってしまって、気づけばよりタスクが増えているということなんです。そしてまどかさんはメールをこまめにチェックするんですが、少しでも面倒な内容とか複雑な内容があったりすると、これ後で対応しようっていう風にして後回しにしてしまう。これによってですね、未対応のメールが溜まりがちになってしまっているということなんです。そしてですね、上司や他の社員から依頼された仕事を完璧にこなしたいというふうな思いを持ってるんです。しかし、そういうことを考えているので、レスポンスが遅くなりがちなんですよね。ただ、まどかさんは失敗して他の人に迷惑をかけたくないという考えがあるんです。そこでまどかさんの目的を仕事の効率とスケジュール管理の改善を通じて、より充実した自己管理を実現するに設定いたしました。この本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物のまどかさんの悩みに当てはめていって、どうしたらまどかさんの悩みが解決して目的を達成できるのか、ということをこれから説明していきたいと思います。1つ目のポイントは、スケジュールはその場で決めるということなんです。忙しい時っていうのはどうしてもスケジュールに入れるのが面倒なことがありますよね。なんですけど、そのめんどくささを少し我慢してスケジュールに入れるということを習慣にすることがいいんです。で、このスケジュールはね、この日でいいかわからないみたいな時あるじゃないですか。なんですけど、仮にですね、とりあえず日程を抑えてしまうということが重要なんですよね。このようにタスクのスケジュールを決めておけば、突発的に何かタスクが来た時にも慌てることなく、このタスクはここでやろうというふうに冷静に対処することができるようになるということなんですよね。私も昔やってたんですけど、ポストイットにですね、to do を書いて PC の端に貼るということをやったことあると思うんですけど、これね、非常に良くないんですよね。あれすると、仕事中にちらほらこのポストイットが目に入ってね、全然集中できなくなるんです。これがノイズになってしまうということなんですよね。なので、少し手間なんですけど、その都度スケジュール表に入れてやるというのが重要なんですね。で、最近はですね、アウトルックとかアプリケーションありますので、簡単にスケジュールっていうのは入れられるようになってます。そして皆さんこう思うと思います。仮にスケジュールを決めてしまっても、いやいや変更されることがあるじゃないですかと思う方、たくさんいらっしゃると思うんですよね。ただこの本にはこう書いてあります。仮に決めた日程は8割方変更されることはないというふうに言ってるんですよね。またですね、日程が仮に変更されるとしても、アプリを使っていればスケジュールっていうのは簡単に変更することができますよね。ただ一点注意してほしいのが、このスケジュールをパンパンに詰めるということなんです。私も昔やってました。スケジュールをパンパンに詰めて、よしと、今日はこれで OK っていう風にやるんですけど、あるこの会議が長引いてしまうと、その下のスケジュールが全部バラ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 ってドミノ倒しみたいになって、全然うまくいかなくなってしまうということがあるんですよ。
で、スケジュールがうまくいかなくなると、ストレスの増加になるということなんですよね。なので、スケジュールは余裕を持って設定するということがいいです。そしてこの本には書かれてるんですけど、自分にですね、どのぐらいこの仕事の時間がかかるのかっていうのをあらかじめ測定していくと、ちゃんとした正確なスケジュールを組むことができますよということが書いてあります。二つ目のポイントは、メールやチャットの見る時間、返信する時間を自分で管理するということなんです。おそらく、私を含め、まどかさんみたいに多くの人がですね、メールが来たらすぐに見てるんじゃないですかね。これだと実は集中力が途切れてしまって、今やってる仕事の効率が下がってしまうということなんですよ。しかもですね、メールを見たけど、返信はまだいいやっていう風にして後回しにすると、これまた後でメールを見返さなきゃいけませんし、頭の中にメールを返さなきゃっていうのが、ずっと残ってしまって、それが結構なストレスになるということなんですよね。なので、メールを見る時間を決めるということが重要なんです。特定の時間を設定してまとめて確認するというのが最も効率がいいと思います。またですね、このアウトロックでメールの通知をオフにしておけばですね、仕事をした時にメールが来たっていうことにいちいちですね、反応しなくても良くなるというメリットもありますよね。そして、メールを見たら必ずすぐに返信をするということを心がけた方がいいというふうに書いてあります。その時に返信することで気持ちもすっきりしますし、また、メールを見返す必要もないので効率も良くなると思います。どうしてもですね、このメールは後で返信しようかなっていう時あるじゃないですか。そういう時は、スケジュールに入れてしまえばいいんです。このメールを返信するというのを入れてしまえばいいんです。こうすることによって、頭の中に雑念が入らないで仕事に集中することができるということなんですよね。もちろんですね、仕事によってはもう必ず見て即座に対応しなければいけないということもあると思いますが、ほとんどの業務ってどうですか？そこまでそういう緊急性がないんじゃないかなというふうに思います。このように自分のタイミングで確認して返信するっていうことで、自分の時間をコントロールすることができるようになるので、仕事のストレスを軽減することができるようになるということなんですよね。やはり相手の仕事の都合に合わせてしまうと、ストレスの増加になってしまうので、自分でコントロールするということが重要になってくるわけです。三つ目のポイントは、完璧に仕事をこなすことを考えず、レスポンスを早くするということなんですね。私たちはですね、100% で何かをやるっていうことをしがちなんですけど、多くの場合それは時間がかかってしまいますよね。しかもですね、相手によっては早いレスポンスを求めていることがあるんですよ。なので、完璧を求めてしまって時間がかかってしまうっていうのが、逆効果になることもあるんですよね。まどかさんもですね、完璧を求めてしまって、それでですね、タスクをどんどん抱えてしまって、返信する時間が遅くなってしまいますし、それによってストレスを抱えてしまっているという悪循環になってしまっているんですね。このため、初めからフィードバックをもらうことを意識して仕事を進めるっていうのが最も効率的だと思います。例えば多くの上司っていうのは何かしらのアドバイスをしたいと思ってるんですよ。なので、100% の完成度を目指すんじゃなくて、ある程度の完成度でいいので、早めに提出してフィードバックをもらった方がいいということなんですよね。しかもですね、上司によっては 100% で仕上げたとしても 120% で返してくるみたいなことがあるんですよ。そうすると時間って結構無駄になってしまいますよね。この本ではですね、6割ぐらいの完成度でいいから早めにボールを返しなさいというふうに言っております。お客様によってはですね、もちろん 100% で目指す必要もあると思うんですけど、社内のプロジェクトであったり、上司に提出する資料であれば、これは6割かな、これは8割でいいかなっていうふうに柔軟に完成度をですね、変えてもいいと思います。このようにメリハリをつけて仕事をすることができれば、効率的に業務をすることができるので、ストレスの軽減につながるということですね。はい。なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？私生活とか仕事とかはいろんな人と関わらなきゃいけないので、時間を管理するっていうのがすごく難しいことなんですよね。なんですけど、時間をですね、管理できないで相手のスケジュールに慌ててしまうと、どんどんストレスが溜まってしまうということなので、自分の時間をコントロールすることができるようになるというのは、ものすごく大切なことなんですよね。そして、それはですね、自分を大切にするということにつながるんですよ。そうするとストレスも減ってきて、日々の生活がですね、生き生きとしてくるということになるので、皆さんもぜひ自分に合った時間管理をしていただければというふうに思います。はい、今回の動画で時間管理のやり方が少しでも分かったと
いう方はですね、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。コメント欄を使ってお悩みをご記載していただければ、今後の動画配信のテーマにもしたいと考えております。皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えてしまった時に、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが私にとって何よりの喜びでございます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけるとお役に立てると思います。それではまた会いましょう。